海外通販において箱の形状に期待をしてはいけない。それがこの世界の不分律ですが、しかしこれはあまりにも無残な姿、まるで重戦車に踏み抜かれたかのようです。お気持ちは察しますが、机が痛みます。ここは一旦落ち着きましょう。怒りをエネルギーに変え、修復のプロセスへ移行しましょう。アリエクスプレスから届いた JJRC H36 系の 65mm フレームセット。箱の角は潰れ、もはや直方体を維持していません。恐る恐る開封し、中身の現状を確認します。やはりフレーム本体が目視でわかるほど大きく歪んでいますね。プロペラガードには過度なストレスによる発火現象が見られます。プラスチックが悲鳴を上げた証拠。このままではプロペラが干渉し、自律飛行どころか離陸すら不可能な状態です。ですが、幸いにも致命的な割れや破断は発生していません。この歪みをどう克服するか、エンジニアとしての腕の見せ所です。まずはデータ収集から。歪んでいても重量と寸法の計測は欠かせません。設計者は目の前の実測値のみを信じるべきだからです。モーターの寸法を実測します。直径 6.0mm、高さ 15.1mm、いわゆる615モーターです。この小さなモーターがマイクロドローンの動力を担います。続いて重量計測。フレーム単体でわずか 4g、プロペラ4枚は合計 1g 未満、モーター4個で 7g、全パーツ合計でわずか 12g という驚異的な数値です。もし歪みさえなければ ESP32S3 をフライトコントローラーとする ESP ドローンにおいて極めて優秀なパワーウェイトレシオを実現できる骨格です。このポテンシャルをゴミ箱に捨てるわけにはいきません。ここでプラスチックの物理的特性を利用したリカバリーを試みます。キーワードは熱可塑性です。作戦はシンプルかつ合理的。家庭用ドライヤーで一定の熱を加え、素材を柔軟にしてから本来の正しい形状へと矯正していきます。局所的に熱が集中しないよう注意深く温め、平らなデスクに押し当てて形状をじっくりと整えていきます。無理に曲げるのではなく、素材の記憶を書き換える感覚。結果はこの通り、歪みは見事に解消されました。プロペラとガードの隙間、わずか 1mm のクリアランスを確保。これでようやく精密な制御を受け入れる準備が整いました。不運やトラブルは創意工夫で乗り越える。そのプロセスこそが電子工作における最大の醍醐味です。この軽量な骨格は
今後 ESP-32S3 を搭載を予定し、ESP ドローンの検証機として活用していく予定です。輸送ダメージという試練を乗り越えたこの機体がどんな空を見せてくれるのか。それではまた次回。